心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、春ですよね。どうですか？小学生が中学生になり、中学生が高校になり、高校生が短大生になり、大学生が社会人になる、このフレッシュマンの春に大事なのは、このフレッシュマンの人たちに何かいいメッセージが送れたらいいなと。社会人になる人たちのためのメッセージっていう感じのお話をしたい。社会人になるじゃないですか。そしたらね、全然違うんですよね。学生時代に良かったことは社会人でダメってことが多かったり、結局学生の時に楽しいってことがその社会人になったらそれが楽しいかってそうじゃなかったりするんですね。だからある意味こう気持ちを切り替えないといけないので、社会人になって成功するっていうのはおかしいな。社会人になって楽しめる、学生の時よりもより社会人になってよかったなって思えるために、いくつかのルールではないんですけど、社会に出て成功する人はどういうところが大事なのかみたいな風に聞いてもらってもいいですし、この僕の今日の話を聞いた方が若くて、あ、そうかと思ってフレッシュマンをエンジョイしてもらってもいいですし、自分の子供さんがもしそういう入学卒業就職とかになってるんだったら何かアドバイスしてあげれたらいいですし、もしくは会社をやられてる人なんかは新入生が入った時に話してあげてもいいですし、とにかく社会に出て何か幸せな人生を歩むために必要なことっていうのをいくつか紹介したいと思います。一つはですね、僕は娘が子供が3人いるんですよ。長女は今家で同居してくれてて、ネイルとか脱毛とかやってるのが長女で、真ん中がリサって言って久保リサって言って東京で美容室で今すごい売れっ子で頑張ってるのが娘2人で、最後長男が大地って言って僕の一人息子ですが、ちょっと体がちょっと健康丈夫でもないので、うちの会社でパソコンで広告を作ってくれたり、今カフェでスイーツ食べるね甘いものを作ってくれたりしてるんですけども、この真ん中の子だけが僕の元を離れて社会人として東京に出て頑張ったんですけどね。真ん中の娘の話をちょっとすると、その僕の真ん中の娘がね、パパ初めて家を出て社会人になるんやけど、社会に出たら絶対私成功したいと、どうしたら成功するか教えてって言うんですね。で僕はその時に2つ教えたんですね。この2つがもしリサちゃんができたら絶対成功するよって言ったら、ぜひ教えてくれって言うからね。その教えたのはこうなんです。1つ目、朝一番に会社に出社しなさいと。毎日毎日会社の玄関の鍵を開けるのがあなただったら絶対成功するよと。朝一番に出社する、これをやり続けれたら、もしあなたが5年10年やれたらもう大成功者になるよって言ったんですよ。でも僕の娘がね、たったそんなことで成功するのって言うからね、できないよそれがと。社会に出たらね、学生みたいに自分の都合で昼間寝たり好きなことやってないから、きつい日もあったり夜遅かったりもするから、たまに朝一番で出社することはできても毎日するってことはなかなかできないんだよって言ったらね、いや私気合入ってるから大丈夫、そう言いながらね、例えば2日3日夜通し徹夜したりしてきついという時もあるよって、それとかちょっとお酒飲み過ぎたりした日もあるよ、どんな時でも朝一番に行くってことは大事なんよって言ったら、それできるけどなんで大事なんて僕聞くからね、こう言ったんですよ。もしそういう人がいたらうちの会社に、みんなからもらえる行為はね、信用っていうんよ。信用、信頼、あの子は間違いないんじゃないか、あの子はやれるんじゃないかっていうようになるだろうと。社会に出て認められたかったら信用されないといけないから、やっぱり朝一番に行くってことが僕大事なんじゃないかって教えたんですよ。そしたら10年間毎日やったかどうか分かりません。でもやっぱりそれ僕の教えを守って、なるだけ一番に行ってるみたいですね。そうするとやっぱり先輩たちがあいつは間違いないだろう、あいつはやるだろうっていうことでどんどんいい仕事をもらって、うまくいってるんですね。社会人に出て仕事の報酬で一番いいのはね、いい仕事をもらえることってよく言いますよ。信用があったら大きなプロジェクトお前やってみるかとか、いいお客さんお前やってみるかってなるじゃないですか。やっぱいい仕事をもらえることが仕事の報酬なんですよ。そういう意味で言うと朝一番に出社するっていうのはぜひメッセージで伝えてほしいなっていうことですね。でもう一つ僕娘に言ったのはね、社会に出たらね、あなたが好き嫌いは関係なく、あなたの先輩があなたの人生を握ってるのと一緒なんよ。それはどうしてかというと、給料を上げるのも上司の人、あなたの勤務時間を勤務体制を決めるのも上司の人、あなたがやりたいことをやるかやれないかも上司の人が決める。
あなたがその上司の人を好き嫌いは関係なく、社会はそういうふうになってるんよって僕は紹介したんですよ。そうなんだって、そりゃそうよって、上司の人と喧嘩してうまくいくことなんてありえんのやけね。自分が喧嘩してもいいぐらいの立場に上がっていって自分は何でもできるようになればいいけど、自分で何でもできない間はやっぱり上司の人に好かれるってことが大事なんよ。だから毎日先輩が喜ぶのはどうしたらいいのかな、先輩どうやって喜ぶかなと思って毎日過ごしてごらん。これを5年10年やったらね、もう絶対有名な美容師になるよ、成功者になるよって教えたんですよ。パパそれもできると思うって言うんですよ。いやいやそれできんのよって。ちなみにね、お前の大好きな尊敬できる人がたまたまいい上司になればいいけど、そんなことまれにないとよって。大体頭きた、嫌だ、あの人嫌いっていう、そういう人が上司になったりするわけだし、そういうことも含めたり、やっぱり自分を本意で考えると相手の立場になることは難しいので、言うほど簡単ではないんだよ。だからどんなことがあっても、その人が好きでも嫌いでも、その上司の人が喜ぶことを考えて仕事したらって教えたんですよ。先輩ちょっとちらっとスタッフルームで聞いたら、今日お酒飲みに行かれるんでしょ、お酒飲みに行かれるんやったらペットの可愛がってるワンちゃんかわいそうだから私が面倒見ときましょうかって言うんだって。そしたら先輩はマジでいいとっつって、ありがとうっつって預けて行くらしいんですよ。で帰ってくる時絶対お土産買ってきてくれたり、いや今日こうやったんああやったんよ、ありがとう、お前のおかげで楽しかったよっつって可愛がってもらえるっちゅうんですよ。もう一個はね、先輩は何人カットしたりパーマけたら大体コーヒーを飲むと。ちゅうことは今3人目だから次カットしたら必ずコーヒー飲みたいはずだと思ってね、コーヒー屋さんに行ってスターバックスに行ってその人の好きなコーヒーを大きくないやつを買ってスタッフルームに置くらしいんですよ。その先輩がコーヒーリサちゃんかって聞く、はいそうですって、いい、お前はいいぞっつってもう可愛がってくれるって言うんですよ。その先輩たちから可愛がられて、例えば芸能人の人のあの人の髪一緒に行くかって連れて行ってもらったりね、いい店になった時にお前あそこやってみるかってなったりで、結局は今店の一番いいお店の責任者をさせてもらってるんですけどね。今から社会に出る人は今の2つがものすごく大事なこと。やっぱり上司の人から可愛がられる、職場っていうのはものすごく楽ですよ。ストレスがないしね、そういう意味で言ったら今の2つがすごい大事。あと2つあるんで皆さん紹介すると、もう一つはね、学生時代はそうでもないんですよ。これはね、感謝することなんですよね。学生時代ってあんまり感謝しなくてもいいんだよね。ちょっと言ったら自分の親の次に大事なのが親友で、それでいいんで、他の人なんかどうでもいい的になってくるから、ありがとうって言葉が少なくなったりいろいろするわけですよ。でもね、社会に出たらこのありがとうっていう言葉の数に比例するぐらい人生は良くなるんですよ。ありがとうって言うっていうことはさ、すごく感謝してますってことじゃないですか。でも結局ありがとうっていうのはどういうことかっていうと、役に立ってると実感するわけじゃないですか。相手はありがとうございましたって言われると、言われた方は役に立ったんやなって思うじゃないですか。ありがとうっていうのを職場社会に出たらなるだけ言うようにする方がいいんですよ。例えばですよ、ジュース買いに行く時に私も買ってきた、私買ってきてあげるよって言って買ってきてくれたら、うわありがとうございます助かりましたって言われたらどう、また頼まれたら買ってあげたいなってなるじゃないですか。お給料もらうとしますよね。だからお給料もらってありがとうございました言うとするじゃないですか。だから上司から見たらどう感じると思います。なんかこいつは若いのになかなかいいやつやなと、なんか給料上げるんやったらあいつを一番に上げてあげたいなってなりますよね。ありがとう感謝するってことを忘れずに社会で頑張っていくと、思ったほどはなんかそんなに難しくないな社会ってとか、社会人になって全然苦にならないなっていうのはね、やっぱ感謝できるかどうかなんですよ。感謝できない人はさ、なんでしてもらわなきゃいけんのとか思ってたらさ、なんか嫌じゃないですか自分自身が。だからやっぱりありがとうっていうのをいっぱい言うってことは相手にもいいし自分にもいいでしょ。楽しみとか幸せを引き寄せる力もあると思うんですよ。ありがとうって言う仕事がね。そういう意味で言うと社会に出てうまくいくのは感謝するかどうかなんですよってことですね。最後はね、中村天風先生っていう人がいて、その方の本に書いてあったんですけどね、社会に出たらすごく大事なことがあると。好き嫌いをなくすことだって書いてあるんですよ。あの人嫌い、あの人好きとか、人に対する好き嫌い、この好き嫌いをなくすことが社会に出て大事だって言うんですよ。ああそうやなと思った。好き嫌いしてる間はね、絶対相手からもそうされるんですよ。自分がこの人好きこの人嫌いっていうのはね、もう伝わってるんですよ向こうにも。向こうからもそういうことをされたりするでしょ。だから社会に出て
人間関係を円滑にするのはね、まず相手じゃないよ、自分なんよ。社会人になったら好き嫌いをなくしなさい。そしたら嫌いな人がいなくなるでしょ。好き嫌いなくしたら、そしたら毎日好きな人とばっかり一緒にいるじゃないですか。だからいいんだと思うし、嫌いな人を持ってる人は嫌いな人にエネルギーを取られたりするからですね。やっぱり悪いことばっかりじゃないですか。人の好き嫌いをなくすといいんじゃないですか。社会に出て今の4つやったらね、絶対うまくいくと思いますよ。最後のね、好き嫌いをなくそうってあるでしょ。そんなこと言われても嫌いなんですもんっていう人いますよね。その人のいいとこだけ見るようにするってことだよね。でも好き嫌いする人は悪いとこばっかり見るからなんですよ。好きな人を作るということは人のいいとこを見るようにするということです。そしたら好きな人になりやすい、嫌いにはならないというかね、そういう感じで今の4つがあれば社会に出ても学生の時よりも楽しい毎日が過ごせるんじゃないですか。周りのフレッシュマンの人にぜひ伝えてください。じゃあ皆さんまた会いましょう。さよなら。